はいどうも、みやみさです。今日のゲストはシンガポールで長年活躍するネイリストさんを、お迎えしたいと思います。はいどうも、こんにちは、みやみさチャンネルです。今日は、シンガポールで働くネイリストのかなこさんを、ゲストとして迎えてます。お願いします。まずはじめに軽い自己紹介お願いします。はい、シンガポールでネイリストをしているかなこです。8年シンガポールでネイリストをしていて、でこの6月新しくサロンをオープンさせてもらいました。お店の名前はフローラというシティホールから直結で来れます。でシンガポールに住んでる方はぜひぜひ来てくださいお待ちしてます。じゃあ今シンガポール8年目って言ってたんですけど、なんでまずそもそもシンガポールにはい来たのか。はいはい。前働いてたお店がもともと福岡のお店なんですけど、それがシンガポール店を出す。で立ち上げのスタッフとして来ました。当時何歳だっけ23歳23歳で店長でしたできてて、で当時私全然年が近いお友達がいなくて、ちょっと若そうじゃんみたいな若かったですね。コミュ障ながらも何歳ですかみたいな感じで聞いて、当時英語ってできた？全くできなくて、週に1回ぐらいなんか英会話やってたんですけど、まあやってたんだ。来る前に。でも3ヶ月ぐらい決まってから。でも全然本当喋れなくて、お客さんとか日常生活をこなすうちにこのレベルって感じです。今喋れてる。言うて結構喋れます。やっぱり現地のお客さんも多い。そうですね。でも私9割が日本人で1割ぐらいが、ローカルの方なんですけど、まあ、今のお店入ってるお店がフェイシャルもやっているので、そのお客さんをうまくこれから取り込んでいきたいなっていう感じですね。ネイリストとしては何年？11年目。そりゃプロだわな。もともとはその専門学校そう、専門学校で2年間勉強して、でそこから就職して、って感じですね。資格が必要なの？一応美容師さんは国家試験ってなってると思うんですけど、ネイリストに関しては国家試験ではなくて、検定試験。そうなんだ。でこれも厳密には持ってなくてもネイリストはできます。スキルがあればネイリストはできる。シンガポールはそう美容系の国家資格とかはなくて、なんで美容師さんでももうなんか学校とか行かなくても誰でもできちゃうし、ネイルサロンとかまつげエクステのサロンとかももう素人が始めてもいい。いやもう明日からネイリスト今日からネイリストみたいな。マジこれ私もローカルのサロン行ってたことあるんですけど、もうなんか血出るぐらい甘皮切られるみたいな。血出るぐらいやすられたりとか。ローカル、現地のお客さんと日本のお客さんでやっぱり全然要望とかは違ったりする？なんかやっぱ好みの問題というか、シンガポール人の中華系の人で派手好きが多いんで、もうなんかあんまりベージュとかはしない。モテネイルとかの概念ないです派手な方がいいみたいな。派手な方が勝つベージュをつけててキャンノシーって言われることは本当なんか初めてで、ここに来てからいや色ついてるんだよみたいな。ベージュは色じゃないたまになんかその日本のネイルが好きだから、なんか薄いこうちょっとキラキラみたいな、そういう人もいる。そんなこと日本だったら言われなかったんだけどみたいなこととか。なんかこっちの人ってすごい多分プロフェッショナルをすごい大切にしてるというか、リスペクトがすごいあって、まあじゃあ初めまして今日来ました、じゃあ今日どうしますかって聞いた時に、あなたに任せるわって言われることが多くて、あなたプロフェッショナルだから、なんかもう素敵にしてくれるんでしょっ
っていうのがすごい多い。大体どれぐらいいつぐらいにその独立しようかなとかって考えてたの？ずっとこういつかは独立するのかなっては考えてて、でもそれがなんか別にいつかっていう具体的なことは全然考えてなかったんですけど、まあ、でもここ2、3年ぐらい、まあ、いずれはちょっと一人でやってみたいなみたいな。きっかけは？きっかけ、自分の力でやってみたいなみたいな、でもそれこそなんて言うんでしょうね、ビザの問題とかあるね、シンガポール。そうで、まあちょっとどうしようかなってこううだうだちょっと悩んだりとかしたんですけど、どの国でもね、日本以外で働く場合は労働ビザっていうのが必要で、シンガポールは特に結構ね厳しくて、EP ってエンプロイメントパスって言われてるのが、労働ビザなんですけど、いろんな基準を超えないと取れなかったりとか、職種によってその条件が変わったりとかするんですけど、ネイリストってどうなんだろう？私は専門学校卒なので、その専門学校卒だとこれぐらいの最低給与みたいなのがあって、それを払いますっていうのと、やっぱ多分そのプロフェッショナルな部分を求められてるので、このお仕事にどれだけついているとか、大変なんですよ、ね、本当に独立してからの一番大きな違いってどんなところがある？自分が好きなようなテイストのネイルを作れるというか、楽しいというか、あとなんか時間の使い方、縛られてないので、好きな時間に出勤してみたいな今ね、一人でやってるね。今後はなんかスタッフ雇ったりする予定ある？今のお店はちょっと狭いので、まだちょっと一人で。そう、本当ね、完全に個室で超プライベート空間なので、なんかあんまりガヤガヤしてるの苦手な人とかすごいいい感じですね。今やっと独立できたと思うんですけど、その中で一番大変だったなみたいな。私だけの力だと、そのビザの問題もあるし、その場所、家賃なりの問題があるので、まず最初ちょっとパートナー探しみたいなを見つけるので結構6ヶ月ぐらい、なんかいろんな方と会ってたよね。そうです、いろんな方とお話をさせていただいて、運よくここのオーナーとお話しさせていただいたら、もう来月にでもみたいな。来月。オーナーさんは日本人？シンガポリアン。シンガポリアン。ちなみに、じゃあ今までお仕事の話ばっかりだったんだけど、シンガポールの好きなところは？なんか良くも悪くも緩い。シンガポリアンの人結構やっぱ優しいので、日本人に対してなんかちゃんと聞き取れない英語も聞いてくれようとしたりとか、たまにね「あ」って言われて「えっ?」てなるけど「あ」ってなるけど、でもそういうところが私は結構好きで、あとずっと夏は結構好きですね。わかる。あと環境的にはもう日本と同じぐらいの環境が整ってるんで、仕事はしやすいかな。今後もずっとシンガポールにはいる予定？いや、今のところはいる予定です。帰らないで。マジで。いや、そうですね。帰るだよ。本当にね、みんな帰国しちゃうんですよ。それはどうでもいい。今後の目標とかあったら教えてください。お店がまだスタートしたばっかりなんで、軌道にちゃんと乗せていくっていうことと、また別に店舗展開できたらなってちょっと思ってます。できるよ。信じてる。はい、そんな感じでいろいろ聞いてきましたが、シンガポールで働くネイリストかなこさんでした。ありがとうございます。シンガポールに住んでてぜひネイルしたい方はぜひフローラにいらしてください。概要欄にあります。